ぐ左にじゃあ出てはい、そうですね。まずは車内の試験路をちょっと走ってみていただいて、結構この辺り道が割と荒れているので。そうですよね、なんか車が良くなっちゃった感じがして、道が良くなった感じになっちゃって、今道を見ながら、荒れてるんだよな、この道とか思いながら。そうですね、結構荒れてる方だと思いますね。こんなに変わるんすか。結構だいぶ印象はちょっと変わったかなと思いますね。さっきみたいなちょっとドンっていうのはリアの車高ちょっとだけ上げていただくともっと改善できると思いますね。シムが結局1枚か2枚かって感じなんですか。いや、シムの数も全く今2枚でそのまま出荷の状態なので、そこはもう2枚のままで単純にその車高だけちょっと上げていただくと、かなり収束はピタッと収まる。ピタッときますね、これは長野行きますね、これは長野行きたくなりますねこれ。長距離でも全然苦にならないですね、気にならないと思います。初期の馴染みが出る前でもうこれぐらいの乗り心地なので、ここから500キロぐらいするともうちょっと柔らかくなる、なんていうんですかね、スムーズな印象になってくると思いますね。いや、これ帰りめっちゃ楽しみですよねぜひちょっといろいろと乗っていただいて。やっぱ自分の車に着くと、全くイメージ変わりますね。多分一番違い分かっていただけると思うので、でもワインディングでのそのしっかり感っていうのもしっかり感ありますね、コーナーがね。そのフロントが倒立だったりとか、そういう合成のところから来てるかなと思います。確かにもう少し後で飛ばしてみないとあれですけど、コーナー性能全然違いますねこれ。そうですね、結構その安心感みたいな、フロントの合成感が全然、ターバン外したのに逆にこっちのがあるっていう感じがそうですね、なくてもそんなに全変わった感然触はいらないですね、だってフロントがこう遊ばないですもんね、そうですね、しっかりとやっぱり足が動いてるというか。はい、という感じでですね、HK さんに行って5月末ぐらいに組んでもらって、それから3500キロぐらい走っていろいろ行ってみました。群馬、長野、栃木、あと奥多摩とか山梨、いろいろ道の悪いとこも散々走ってみて、今までの前の車庫帳と大きく変わったのはやっぱり乗り心地がね大きく変わったのと、走り心地、HK さんがやってるような走り心地が大きく変わりました。で今まで結構なんていうんですかね、圏央道とかでダーンってなってたとこも割とスタンって感じで通過できるようになったので、ストレスがとにかく減りましたね。圏央道乗ることが多いんですが、圏央道乗ったことある人は分かると思うんですけど、結構道が悪くてですね、高速と思えないぐらい、なんていうんですかね、なみなみしたもう路面がちょっと壊れかけてるようなところがあったり、時々はギャップがあったりするんですけど、そういう中では非常に乗り心地が良くなって、どこに行くにも苦にならなくなったなっていう感じです。特に群馬長野みたいな道の悪いところ走っててもね、もう全然ストレスがない感じです。で今日は3000から4000キロぐらい走った中で、一度ね車庫帳をもう一回外してみて、右側だけね
皆さんにちょっと詳細をお伝えしたりとかできたらなと思います。でついでに四輪全部もう一回清掃したりとかして、せっかくねいい車庫帳手に入ったのできれいにしたりとか、あとボルト類全部ね車庫帳につけるボルトを新品に交換していきたいと思います。フロントは下のストラット4本だけ左右でね、リアが上下4本か左右で、だから計8本。まあボルトも高くなりましたよね。それで1万越したので、やっぱり円安になるとですね、非常にボルト1本でも高くなるんだなと。まあもちろんそうですよね。僕がバルト買った時1ドル100円から110円ぐらいだったんですけど、今145円ですからね。なのでまあそういったところもボルトとか1本あたりが結構高くなって、前だったら8000円ぐらいで買えたものが1万越してきたという感じで、まあ今日はその辺を組んでいきたいと思います。それにしても車が汚いな。やっぱり暑いな、まだ。よし。はい。で変えるボルトはこちらですね。これがリアの下の 19mm、 これがリアの上の 15mm、これがフロントのストラットの下4本とナットと、品番もちょっと掲載しておきますけど、よいしょよいしょ。これを外します。今から交換するボルトはこれね、結構もう傷んでる、もう8年近く使ってて、あと下のねこの下のボルト、これを交換します。15mm ね、トーションビームの高さ調整をしてあげると、ここにテンションがかからないので、こうもう手ですぐ外せるですよね。このボルト、こんな、これね、これは錆びてるように見えるのは、これはね違うんですよ。これはグリースですけど、こっちのヘッドがもう結構傷んじゃってるので、トーションビームをゆっくり下げますね。これが HK さんのバンプラバーね。大丈夫か、こんな感じ。これがすごく大変だったと、開発でねいろいろ試してみたらしいですね。下がねこんな感じ。このラバーは違うんですよ。これ標準でついてないです。これ僕は後でつけたんですね、擦れ防止のために。普通いらないと思います。でここが 13mm。下のこれね、このボルトはこれのはず。19。よし。これがね、下のサスペンションをこう押さえるとこですね。普通これはないですよね。これは僕はちょっと後からね擦れるのが嫌なので、ちょっといろいろ実験して巻いてみた収縮チューブです。まあ、普通なくてもいいんですけど、なんで巻いたかっていうと、ちょっとだけ擦れ傷が最初できたんで、ちょっとラバーを巻いてみました。でこれもいらないんですけど、
擦れないようにここが当たるので、塗装同士よりこっちの方がねカバーできるかなと思ってつけてます。構造的に底付きバーンってならないようにこのシムがね入ってるんですね。でこのボルトで止まってるわけです。でこのシムは実は厚みの違うのが2枚入ってるんですね。1枚が 10mm、 もう1枚が 5mm と。普通は最初ね 15mm 組んでこの設置してる感じで組むんですね。そうするとここに当たる音がしないということなんですけど、僕の車高は HKS さんのデモカーよりちょっと低いんですね。なので最初これで組んだんですけど、なんかここがね少しこう潰れた状態、こんな感じをフィーリングで受けて計測してみたらですね、抜いてみたらどうなんだろうっていうことで抜きました。どうやって計測したかというと、組んだ状態でここのねここまでこう下がるわけですね。2枚あった時のこの高さ、これと1枚抜いた時のこの高さでこうしてね、これで計算してみて、ちょうどこの 5mm を抜いたぐらいでちょうど良かったなっていう感じですが、本当かどうか微妙なとこですけどね。サスペンションのこのブッシュアッパーマウントっていうのかな、これは前期と後期で違っていて、後期というかね前期の途中あたりでこれに変わったんですよね、材料が。これがねちょっと硬めなんですよ。これが前期の一番最初についてるやつ。これね柔らかい。フロントですね。フロントはまずワイパーを外して、ここのカバーねよくみんな割れるですよ。こんな感じで、これが差し込み側、これ逆に引っ張るとここが割れるんですよね。左は向かって左と、こんな感じでこう引っ張ると割れるという感じですね。プラスチックカバーを外しましょう。よいしょ、こんな感じ。たら 13mm、ワッシャーを取ります。たらワイパーを外します。T の15ですね。たらこのプラスチックをマイナス、マイナスっていうほどマイナスに効いてないんですけど、よし、こんなのここを抜いて、こうやって取ったらウォッシャーパイプを外しますね。ただ外します。カバーこれ乗っかってるだけですね。車庫帳結構汚れてますよね。錆もちょっとあるからグリスアップしとくか。下から抜けた。違いはないですね。後でこの長さ測ってみようかな。ここのボルトがね、この真上にこいつがいて入らないんですよ。工具がねまっすぐ。ちょっと厄介ですねこれ。上のナットを外したらいよいよ下をボルトを抜きますね。一挙に落ちるかな。よいしょよいしょ。これね脱臼すると奥が抜けちゃうんでね、押さえとくしてあります。ここが当たるんだな。ここはちょっと削れてるね。もともとここはゴムラバーがねこう入るとこだからこう入るんだね。こっちがフロント、こっちがフロント、こっちが
リアサイドね。調整はここについてるんですね。これを回すと、長さはこれでね、ここを回して車高高さ変えるわけですね。で倒立だから見ての通りすごく太いですね。こっちに倒立っていうのはこっちに細いのが入ってるんですね。なので切り替えが下にあると。こんな感じかな。よし、綺麗になったぞ。よっこら。よし、上が入ればあとは下を入れましょう。いや、涼しくなったと思ったけど全然涼しくねえな。このナットはね、すごく硬いんですよね。緩みにくくなってるので、手で締めるとラチが開かないんですよ。なんでこれここについてるんだろうねって、もともとここにボルトねえからか。これ以外の下げ工具ねえよな。はい、フロント組み終わりまして、ボルトが新品になりました。自由帳でもそんなに動かないんだな。ちょっと気持ちプリロードがかかってんだね。これ動かないもんね。リアを組んでいくわけですけど、これね、下のこれね、ここね、穴開いてるんですよ。こうやって。こうか。よいしょっと。これ HKS さんのカラーね。これをこんな感じでつけて、こうやって、ショックアブソーバーの上側を留めてあげると。カラーが3枚、内側1枚、ショックアブソーバーに対して内側にちょっと寄せる感じでカラーが1枚入ってますね。これをこの外側にカラー2枚、内側に1枚と挟んでいきます。僕が一番いいなと思ったのが下のね、このロック機構、全長調整なんですけど、止めるスライダーロックが2枚あるんですね。これ2枚あるとですね、すごく緩まないですね。それと上ね、ここのちゃんとカラーが入ってるか確認して締めて、これがリアの調整機構ですね。これが右に回すと硬くなって左に回すと緩くなると。今12戻しでやってるんですけど、12戻しだとちょっと硬いんで、街乗りだと13、14戻しぐらいがちょうどいいかなと。標準は15戻しなんですけどね。はい、ということで交換したボルトたち疲れ切ってましたけど、新品になったので気分いいですね。
これから一っ走りしてで頭調整を最後して終わりです。そんなにずれてはいないですけど、まあやっぱりね一回外すとどうしてもずれますからね。今これからちょっと道の悪いとこを走ってこう持ち上げたので馴染みがてら、まあ、こういうマンホールの今多いとこ走ってみて、この足回りにしてからねほんとストレスが減った感じがするのはやっぱり段差が多いとこ走ってて特に感じるかな。どうしてもねやっぱり段差が田舎道多いじゃないですか。田舎道にねせっかくツーリングに行って走ってて気持ちよくないとねストレス溜まるしね。やっぱりサーキットみたいにね道のいいとこずっと走ってる人だったらいいんでしょうけど、僕はもういろいろ田舎道をひたすら走るだけなので、段差も多ければわだちも多いしね。あとワインディングに行ってもすごくこの足は楽しいですね。なんだろう、コーナーが楽しいのと、やっぱり一番走っててこの車庫帳ね HKS の車庫帳つけてる人も何人もいるんですけど、やっぱり首都高が楽しいっていう人が多い気がしますよね。本当なんだろう、首都高を走っててこんなに怖くなくなるっていうか踏めるんだって、踏んじゃいけないんだけど踏んじゃいけないんだけどアクセルをねゆっくり走んなきゃいけないんですけど踏めるんだって感じですよ。でこういう段差を走っててもねこういうとこストレスたまるですよね。やっぱりこういう段差で田舎道でまあ40キロ以上50キロぐらいのところで、ね、走っててこの突き上げ感っていうのがね抑えられてる足かなっていう気がつくづくします。でこの車庫帳の、組んでからイオンっていうものが全くしないのでそこも素晴らしいなと。よくねイオンがする車庫帳とかどうしてもあるんですけど、スーパーに入る時とかコンビニに入る時のこの段差、お店に入る時の段差とかも全然ね何の音もしないですね。グキとか聞こうとかもしないし、本当走っててそういうなんかちょっとでもイオンがするとね嫌になるんですけど、僕はそういうイオンは感じないですねこの足だと。頭調整ですけど、何度か紹介してるんですが改めて紹介しておくと、四隅にねこう馬かけて、それでこのテグス糸、細い糸をね貼って、履いてるホイールとかキャンバーシーム入れてるとかでトレッド幅が違うんで、それは人それぞれなんですが、エッジの部分ですね、ここで計測して、これで前後の差異でですね頭調整をするという形です。これで今9ミリ、8ミリ、7ミリという感じで、これが今若干トーアウトになっているというところですね。で、この下にあるこれですね。このアームのナット、これを緩めてあげて、その奥のバーを11ミリで回転させるという感じですね。そうそう、アライメントを合わせるときはステアリングロックしないといけないので、作業自体はアライメントは大したことないんですけど、なかなかね、こういう機械でもない、超アナログなやつでやってるので、合わせるのが大変なんですけどね。精密に言えば、シリーズ3は標準がトーインなんですよね。シリーズ4からトー0になったと。で、さっきトーアウトだったんですよ。で、トーアウトだとどうなるかっていうと、こうステアリングを切った時にセンターに戻りにくいんですね。ステアリングがこう離した時にシュッと戻らない。
あとは症状としてはわだちとか道の状況に取られやすい、車が安定しないですね。アウトになってるからこういったりするんですね。はい、今日外してよく分かったのが、やっぱりイオンがしにくい構造だなとつくづく感じます。フロントのピロアッパーもピロの動きがすごくスムーズだし、リアもですねイオンがされない構造になってて、特にスライダーのロックが2枚ついている構造は僕のお気に入りですね。今まで1枚だったのでかなりきつく締めないと緩むことがあったんですけども、そういったことも防げていて非常にスムーズな動きということと、あと各ブッシュがですね本当柔らかいので、その辺も突き上げしにくいかなという感じがしました。皆さんのご参考になるかわからないですが、片側のね外しの芯からもし DIY で取り付ける方などのご参考になればと思います。これからですね、非常に楽しい秋紅葉シーズンがやってきますので、ツーリングなんかも僕も楽しみにしています。皆さんもね、ツーリングこれから行かれると思いますけど、気をつけていきたいと僕も思います。それではですね、もしツーリングのシーンなんかを載せられることができたら、またいずれ載っけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではご覧いただきありがとうございました。またご覧ください。バイバイ。